この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、かっこいいイラストですよね。エリムさんの作品、両面宿儺、呪術廻戦。コメント、斉藤直樹先生こんにちは。いつも投稿されている動画に元気をもらっています。今回は呪術廻戦の中でも特に好きな両面宿儺を描かせていただきました。彼の圧倒的な強さが大好きです。今回はイラストに動きをつけたいと思い、エフェクトを使ってみたり、手を使って奥行きを表現できるように挑戦しました。しかし、このキャラクターは単発で、シルエットになった時に出てくる長いマフラーなどの装飾品を身につけておらず、勢いがある表現を今回もうまく描くことができず、いつも悩んでいます。なので、単発キャラや装飾品の少ないキャラを動きのあるイラストにする方法を教えていただけると幸いです。添削してほしいポイントは、動きのあるイラストの描き方と色の塗り方です。色の塗り方では、今回は手にまとまっている呪力が発光しているイメージで光や影を入れたのですが、あまりうまく表現することができませんでした。なので、どのように塗ったら発光している表現がうまくできるのか、添削していただけると嬉しいです。とのことです。まずですね、かっこいいを作り出すのがうまいなっていうふうに思いました。かっこいいって実は結構複雑な感覚なので、何がかっこいいと感じさせるのかを感覚的に理解していないと、うまくかっこいいという感覚を作り出せないんですけど、エリムさんはそのあたりの嗅覚が鋭いんだと思いました。それとですね、ただかっこいいだけじゃなくて、今回は両面宿儺。両面宿儺ってね、恐ろしい呪いの王様みたいな存在なんですけど、その宿儺の怖さを出すために下から光を当てるっていう、そういう演出もうまくできていて、気分を画面に表現するのもすごく上手い人だなっていう風に感じました。エリムさん、すごいと思います。で、今回はどこを添削していくのかなんですけど、本人も気にされている動き、特に単発キャラの動きや迫力を持たせる方法、それに加えて後半では呪力、手にまとっているオーラの発光表現についても解説していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはキャラクターを添削していきます。髪の短いキャラクターであろうと長かろうと、基本的には迫力や動きを強調する方法はそんなに変わらないんですが、特に単発キャラで動きを出したい場合、とにかく前後感を思いっきり出すことが効果的です。エリムさんもですね、コメントで前後感を出そうとチャレンジしたということだったんですけど、もうちょっと大げさにやってもいいのと、あとはどちらかというとエリムさんはエフェクトで迫力を出そうとしているように見えるんですが、まずはですね、このエフェクトを非表示にして、ポージングだけで前後感を出す。これをね、意識してみてください。やってみます。はい。まずは前に突き出している手、思いっきり拡大してみました。そしたらその上でこうです。手と顔の距離を空ける意味でも、顔は思いっきり後ろに下げる。ちょっとこのままだとですね、腕のつながりが不自然なので直します。はい。これで腕が繋がりました。ほら、もうこれだけで結構迫力出ましたよね。前後感の強調。これがね、どれだけ迫力に結びつくのかわかると思います。あと、1個ポイントがあるとしたら、体の傾きですね。勘がいい人は分かったと思いますが、ほら、この体の傾き、体のね、縮小と同時に、こんな風に傾けていました。この傾きによっても動きが強調されると思います。
さあ、それではさらに色使いによっても迫力を追加していきましょう。まずはバッグの色です。やってみます。はい、顔周りだけの赤を強調しました。次はこう。はい、こんな感じです。変える前はですね、すべての背景が同じ調子で描かれていましたが、添削後は顔周りの明るさが変わったので、顔が強調されましたよね。これによって悪そうなこの顔が強調されたのと、なおかつ画面下の方は色相をちょっと変えて明るい紫色っぽい感じの色にしましたので、この手前にある手との距離感が強調されましたので、これによって空間の広がりがさらに表現できるんですね。さらにこの空間の広がりを強調するために手の方の明るさも調整します。はい、手の明暗さを強くしました。これで手が前に来ている感じがさらにアップしましたね。形も若干ですが修正しました。あとはせっかくですから顔の明暗さも強調してみましょう。顔は手よりも奥にあるのと、あとはすごく悪そうな顔をしていますから、この表情を際立たせるためにもちょっとだけ暗い色にしてみますね。はい、まだ途中なんですけどね、こんな感じで書き込み量もちょっとだけアップしながら書き込みを増やしていきます。続きやっていきます。はい、こんな感じです。髪の毛も暗く落としつつ、少しだけ細かい影も追加してみました。単発のキャラはですね、こんな風に部分的に髪の毛の書き込みを増やしてあげても迫力が出ると思います。で、ここからこの暗さを補うために効果的なのが、後ろからのリムライトですね。やってみます。はい、一気に顔が浮き立って迫力が増した感じになると思います。こういった暗い画面でのリムライトはかなり効果的ですね。あとはそうですね、目が少し沈んでますから赤い光を少し追加してみましょう。あとはですね、多分これは書き忘れなのかもしれないんですが、スクナになった虎杖くんには、第3の目、第4の目がね、開きますので、ちょっとこれ気持ち悪いっていう人もいるかもしれませんが、かっこいいポイントですので忘れずに書いていきましょう。はい、こんな感じ。あとは迫力を上げていくには書き込み量を増やすっていうのが結構重要なので、歯の書き込み量も少し上げてあげると迫力が出るかもしれません。やってみます。はい、どうでしょう。色の変化と書き込み量の変化。
これだけで全体的に前後感と、あとは顔周りの書き込み量が上がって、ぐぐっと迫力が出たのがお分かりいただけるのではないでしょうか。キャラクターがある程度まとまったので、次はエフェクトの表現ですね。エリムさんはエフェクトの発光表現がうまくいってないとおっしゃいましたが、実はですね、発光表現はうまく描けてます。この最初の状態を見ますと、発光の中心を白く、明度の高い色にして、で、その周りのサイドを鮮やかな色にするというのが発光表現の基本なのですが、それはですね、もうよくできてます。これ光って見えますもんね。これはですね、逆に発光表現をできすぎちゃっていることが、この絵の迫力を邪魔しているポイントだったりもするのかなって思いました。まずはやってみた方が早いと思いますので、やってみます。はい。まずはですね、僕だったら、この手前に来ている手、この手がかなりかっこいい表情をかけているのでですね、これをエフェクトで全部隠してしまうと、逆にね、迫力が潰されてしまってもったいないんですよね。手を潰しすぎないように、こんな感じでエフェクトを乗せてあげるのが、迫力を出す上では大事だと思います。はい。奥の方の手のエフェクトも描いてみましょう。はい、こんな感じ。で、これだけだと、ちょっと平面的な感じになっちゃいましたよね。迫力や動きを出すには、前後感が大事だと言いましたが、これはエフェクトも同じです。エフェクトにも前後感を出すために、手前と奥とで色を変えてあげましょう。やってみます。はい、こんな感じです。添削前はですね、発光させるためにかなり明るい白を使って、こんな風にね、発光させていました。確かにこうすると発光している感じがアップするんですが、逆にそこまで思いっきり光らせない方が、呪力のね、重々しい感じを表現するにはいいかもしれません。で、さらに呪力の黒いオーラを表現するために、こんな感じで、はい、黒い補助エフェクトも追加してみました。で、さらにここでバランスを見つつ、細かいエフェクトを追加していっても動きがさらに強調できると思います。やってみます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？はい。もう顔の描き込みとかはね、かなり、丁寧に描かれていましたし、とってもかっこいい表情も描けていました。今回のポイントはですね、動きと迫力をどうすれば出すことができるのか、それには前後感を出すのが重要だよという話をしながらですね、添削を進めてきました。まずは最初にポージングです。この状態でもですね、手を前に持ってきているので、前後感を出せるような工夫はされているんですが、もっとですね、もっとこんな風にダイナミックに手と体の大きさに差をつけることでも前後感、迫力と動きを強調することができます。あとはポージングだけじゃなくて色もですね、今の段階では後ろのこの背景が全部同じような感じに描かれているんですが、上と下の描き方、こんな風にね、差をつけてあげても手と体の距離感を表現することができます。あとはですね、次はエフェクトです。エフェクトも
手を全部覆うようにエフェクトが書かれていましたが、これだとね、せっかく前に出した手を潰してしまっているので、距離感をね、あまり感じられない画面になってしまいます。なので、こんな風に手をそんなに隠さない形でエフェクトを入れてあげる。これによって前後感を潰さずにエフェクトで迫力のみ追加してあげられます。で、最後に、重力のね、邪悪なオーラであることを強調するために、こんな風に補助エフェクトをつけてあげて、今回の添削が終了となりました。今回の添削では、キャラクターの動きを強調するには、ポージングで前後感を出して、さらに書き込みや色、そしてエフェクトでその前後感を補助するような見せ方にしていこうというお話をしたんですが、まあね、一口で前後感を出して、その前後感を色とエフェクトで強調しようっていう風に言われても、これ一例だけではそんなにうまくいかないよ。もうちょっと色々なパターンが見たいという人もいると思うんですね。そんな人にはこちらの動画。鬼滅の刃、もし煉獄さんが鬼だったら、こちらもですね、僕が闇落ちした煉獄さんを一から描いていく動画なのですが、前後感とエフェクトの表現の描き方、かなりね、わかりやすいと思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。